はい、どうも、料理人 VTuber の高見人でございます。ということでね、今回ご紹介する料理はこちら。はい、パンプルビュー、フレンチトーストでございます。で、こちらね、フレンチトーストなんですけども、皆さんね、フレンチトーストやってみたものの、表面はね、焼き色ついてるんだけども、中がぐちゃぐちゃっとなっていて、中が冷たかったよとか、全然火が入っていなかったなんていうね、経験あるんじゃないかなと思います。で、今回は、伝統的なね、作り方もそうなんですけども、できるだけ失敗しないような、綺麗に焼き色をつけて、中もね、しっかり火が入る方法というところもお教えできたらなと思っております。ではね、まず早速作り方の方からお見せいたしますので、じゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、では材料の紹介です。全卵が3つですね。ご用意ください。で、こちら牛乳。で、こちらグラニュー糖。こちらバゲットですね。厚さ2、3センチのものご用意ください。で、今回はバニラオイルを使わせていただきます。で、こちら、オーブントースターにそのまま入るサイズの、こちらね、鉄のフライパンをご用意させていただきました。では、こちらね、グラニュー糖を全卵の方に入れて、で、こちらゴムベラで、こすりつけるように、砂糖を溶かしていってください。ホイッパーではやらないようにお願いいたします。必ずゴムベラでこすりつけるように砂糖の方を溶かしていきます。で、こんな感じでね、しっかりザラつきがなくなれば OK ですね。で、そうしましたら牛乳を少しずつ入れていきます。で、バニラオイルですね。で、バニラビーンズを使う場合は、こちらのね、牛乳の方で温めていかなければいけないんですけども、バニラオイルであれば冷たい牛乳のままで大丈夫です。で、それを塩割れこして、で、こんな感じに仕上がっていれば OK です。滑らかですね。で、それをバゲットの上に覆いかぶせるようにかけていってあげてください。ダグダグにはしないでください。こんな感じですね。で、残ってるパンにもしっかりかけさせていただきました。だいたいね、これで、9枚ぐらいはいけるような計算ですね。で、こんな感じで2時間ほど置いていただければ OK です。で、これが立ったものですね。2時間経過したものになります。では、裏面ちょっと見てみましょう。しっかりね、液が浸透してます。ご安心ください。では、焼いていきます。で、この時、フライパンはしっかり温めてあげてください。で、最初に使うのはサラダ油です。いきなりバターからはいきません。で、バゲットの方はひっくり返してあげて、下に溜まってる液を上にしてあげます。そうすると、焼いてる最中に下に向かっていきますので、ちょうど良いね、液のコントロールができます。で、こうやってね、煙が出てきたところで火を弱めてあげて、油をなじませながら、ちょっとだけ温度を下げるようなイメージですね。でもフライパン自体はしっかり蓄熱しているっていうイメージですね。で、そこにトーストを置いていきます。で、このね、ちょっと落ち着いたタイミングのところでバターを放り込んでいきます。で、最初からバターを入れてしまうと、焦がしてしまって、で、表面がね、しっかり色がついてるんだけども、中がね、ぐじゅぐじゅのままで、焼き上がってしまった、なんていう経験あると思うんですよね。で、サラダ油をプラスしてあげることで、このね、温度をね、少しキープできるっていうところがありますので、最初にまずサラダ油からいって、で、バターでっていう流れにしてありますね。で、ひっくり返してあげて、またね、裏面も色をつけていきます。
で、両面ね、表面の方をこうしっかりね、固めましたら、これをオーブンに入れていきます。オーブントースターの方は230度でもうあらかじめ予熱しておいてください。必ず予熱が重要になってきます。では、オーブンの方に入れていきます。だいたい3分ほど入れます。で、その間に、残りのパンの方どうするかっていうと、こういう風にね、ラップでくるんでいってあげます。で、こんな感じにしていただけると、このままね、冷凍で保管することができます。こんな感じですね。これでいつでもフレンチトーストが楽しめるっていうところですね。で、だいたい1分半ほど経ったところですね。今ちょっと開けまして、裏面の様子見てみます。あ、いいですね。いい感じですね。では反対も色をつけていきます。ではこちらね、金串を通しまして火の確認します。もう入っておりますのでね、大丈夫ですね。ではドレスです。パンペルビュフレンチトーストいかがでございますでしょうか。では実食です。いただきます。うん。こちらパンペルビュ、表面をね、カリッと焼いてあげることが非常に重要になってきます。中もね、しっかり火を通してあげてください。伝統的な作り方を踏襲しつつ、皆様のご家庭で作りやすいようなレシピに今回は仕上げさせていただきました。ぜひね、お試しいただけたらなと思います。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。パンペルビュフレンチトーストでございました。ではね、ここからは専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、ということでね、こちらのパンペルデュの歴史のところの部分になってはくるんですけども、本当にね、この、諸説あるお話の中でよくね、こう、古代ローマからなんていう話はあるんですけども、このチャンネルではね、よく言ってると思うんですけども、古代ローマ、古代ギリシャ説っていうのはもう本当に万能説なので、一旦ね、ちょっと置かせていただきまして、こちらですね、フランス語で失われたパンっていう意味になってくるんですよね。で、その保存性の高いパンではバゲットだったりとかっていうのは保存性の高いものになってくるので、それですごいどんどん水分が抜けてこうカチカチになっていくっていうところですよね。でそれを切り分けたところにこうスープに浸したりなんだりっていうところからこう始まってるっていう流れですね。で、その中でこのパンペルデュに関してはこう牛乳と卵を吸わせてこう美味しくこうね、蘇らせるこうフランスのねこう伝統的なこの節約の知恵っていうところから生まれたっていうところですよね。で、ここからはですね、ちょっと海外の方に向けてっていうよりかは国内の方々の、日本のお話をちょっとさせていただきたいなと思うんですけども、そのフレンチトーストとこう日本では伝わってるんですよね。で、これどういうことかっていうと、もともとはですね、このアメリカに、このね、フレンチトースト、パンペルデュが渡った際に、このね、フランス系の移民からこう伝わったっていうところがあって、で、これをですね、アメリカで広めるっていう時に、パンペルデュっていう名称で、広めるっていうよりかは、このフレンチのね、
フレンチのこのトーストであるよっていうことで、フレンチトーストっていう形で、まずアメリカで広まっていったっていうところですよね。で、戦後ですね、このアメリカの食がどんどん日本に流れてくるときに、このフレンチトーストっていうこの名称が先に日本にやってきたっていうところですよね。で、その後、このね、ヨーロッパからの文化としてパンペルデュっていう、形で、来たところでもうすでにですね、このフレンチトーストっていう名称がすでに一般化しているので、このね、日本人のこのね、やっぱりこの発音の中でパンペルデュっていうのが、なかなか言いづらいっていうところもあるので、もう親しみやすいフレンチトーストを言葉としても出しやすい、発音しやすい、フレンチトーストが日本では一般化したっていうことになりますね。ですので、日本人の方が例えばフランスへ行って、フレンチトーストくださいって言っても、何を言ってるんだっていう感じになっちゃうんですよね。ですので、フランスに行った場合は必ずパンペルデュっていう、言葉で単語で、お話ししていただければ間違いなくオーダーは通りますので、その点だけねちょっとお気をつけいただけたらなと思います。はい。はい、ではね、ここからは5つのね、なぜをちょっとお答えしようかなと思います。じゃあ、その5つのね、なぜをここに挙げます。せーの、ドンと。まず1つ目が、なぜホイッパーではなくゴムベラなのか。そして2番目に、なぜサラダ油からスタートさせるのか。はい。で、3番目になぜオーブントースターに入れるのか。はい。で、4番目ですね。なぜバケットはグダグダに浸さない、なのかっていうことですね。で、最後に、こちらね、なぜフレンチトーストは焼き上がりの後にですね、へこんでしまうのかっていう、しぼむっていうことですね。こちらを一つずつ解説したいなと思います。はい。ではね、一つ目のなぜホイッパーではなくゴムベラなのかっていうことですよね。で、まず結論から話すると、バケットにですね、染み込ませようとすると、気泡がね、あることで、液が染み込みづらくなりますよっていうことなんですよね。どういうことかっていうことは、なんですが、空気をですね、抱き込ませてしまうと、当然、バブル状になってますよね。で、それを染み込ませようとすると、この液体の表面張力と粘度があるので、バケットの気泡がですね、中まで入り込んでいかないっていうことになっちゃうんですよね。ですので、長時間をかけて、浸透させようなんていうやり方が、なるんですけども、今回みたいに、このね、ゴムベラでやることで、正直ですね、染み込む速さとしては、私は今回2時間っていう指定はしてますけども、多分20分から30分ぐらいのもうしっかりね、染み込むものになります。はい。で、よくあるですね、レシピ本とかで、白っぽくなるまで混ぜるなんていう書き方されてると思うんですけども、これがですね、結構、間違った解釈をされてしまって、で、ホイッパーでシャカ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 、泡立てていって、乳化させていって、もう、すごい粘度が上がった状態で、バケットに流し込む、なんていうことをね、やってしまって、結果、このね、長時間漬け込むっていうようなやり方をしないと、バケットの芯までアパレル油が浸透しませんよ、なんていうね、ことになっちゃうんですよね。ですので、液としては、グラニュー糖を完全に溶かすことが、目的であって、このね、空気を抱き込ませるってことは、できるだけしない方がいいです。ですので、ゴムベラで、やって、バケットの芯までスッとね、アパレル油が浸透するようなやり方を取ってくださいっていうことですね。ではね、なぜサラダ油からスタートさせるかっていうことなんですけども、基本的に伝統的なやり方とか、いうところではバターからスタートっていうのが多いんですけども、今回ちょっと私は、サラダ油からスタートさせていただきました。で、なぜ、最初からバターで行くっていうわけではなく、ことをしないのかっていうことなんですけども、最初からバターで焼くとですね、バターに含まれるタンパク質とか、乳黒油分ですよね。これがですね、120から130
130付近で一気に焦げ始めちゃうんですよね。で、その温度を、このね、上げていかなきゃいけないっていうことなんですけども、サラダ油をベースにしていただくと、焦がさないで、160から180度ぐらいの、このね、焼き色をつけることができるっていうところですよね。で、そこから最初のファーストのあたりだけ、きっちりね、麺を焼き色つけたところから、バターを放り込んでいってあげると、綺麗なね、全体的にバターの香りもついて焼き色もつくっていうような、ちょっとした小技になりますね。はい、そしてね、3番目ですね。なぜオーブントースターに入れるのかっていうところですよね。で、ここがですね、直火のフライパンですと、やっぱりその熱伝導のやっぱり限界があるんですよね。で、それがあるので、厚切りバゲットの場合ですね、下から直火だけでやると、中心まで熱が届く前にですね、表面が焼けてしまうっていうことが非常に多いと思います。で、火を通そうとして、長時間焼いて、水分が飛んで、パサついちゃうっていうことの、ことがありますので、ここで、やっちゃいけないのが、蓋をするとかっていうことなんですが、この蓋をやってしまうと、せっかくですね、焼いた、カリッとさせなきゃいけないところが、当然、蓋をするので、ふやけちゃうんですよね。確かに中に熱は入るんですけども、そうすると、中が、ふわふわっとしてるのに、外がカリッとするような、フレンチトーストじゃなくて、もう本当に最初から最後まで噛んだ時に、もうふにゃふにゃしたフレンチトーストができてしまうっていうところですよね。これがあるので、オーブントースターに入れて、これをね、上下、左右、つまり360度、全体からね、全方向からこの熱とかです、放射線とか、熱の対流で火を入れていくっていうことをやっていくと、中がしっかりスフレ状になっていって、一気に膨らませることができるっていうようなところが、このね、オーブントースターに入れるっていうところですね。で、この時にやっぱりフライパンが入る入らないってあると思います。で、今回は私ちょっと小さめのフライパン用意してるんですけども、柄が長いんですよね。で、柄が長いので、それだけのために買う必要もないとは思うんですけども、こういったフライパンがあります。せーの、ドン。はい。こうやってね、柄の短いフライパンがありますので、こういうものがね、1本あると、意外と使えたりします。というのが、お肉とか焼くときにですね、表面にその綺麗な焼き色をつけたいっていうときに、もうそのままね、フライパンごとオーブントースターだったり、オーブンの中に放り込んで、焼き色をつけるっていう、手法もあったりするので、意外とですね、この短い柄のものっていうのは、あると意外と便利だったりします。はい。はい、では4番目ですね。なぜバゲットは、このね、ぐだぐだに浸さないっていうことなんですけども、これはですね、もうパンの構造の違いになってくるんですよね。で、食パンとかの場合をやる場合は、気泡が細かくてですね、柔らかいので、液を吸わせたり、させた時に、プリンのようなね、食感、質感にさせていくっていうのが、結構正解だったりするので、割とね、ありだなとは思うんですけども、バゲットの場合ですよね。これはですね、バゲットのこの周りの皮の部分ですよね。ここがですね、クラストの部分なんですけども、ここをですね、香ばしく歯ごたえのある形にしなきゃいけないっていうところなんですよ。で、ここをですね、浸しすぎにしてしまうと、結果ですね、このクラストの部分の、皮の部分ですよね。ここのグルテンが完全にふやけちゃうんですね。べちゃべちゃにしてしまうと。そうすると焼いても、離乳食のような食感になってしまって、サクッとしなくなっちゃうんですよね。それがあるので、このね、バゲットの場合は、浸しすぎ注意っていうところになってきます。はい。ではなぜ、焼き上がりに凹むのかっていうところですよね。これには主に3つの原因があります。ではまず1つ目、水蒸気の収縮っていうところですね。加熱によってですね、パンの内部にですね、この暴れる、卵液ですよね。この水分が一気に気化していって、パンの内側をね、風船のように膨らませるっていうところがあります。特に卵白がこの部分すごい強いんですよね。で、焼き上がって冷めてくると内部の水蒸気がどんどんね、
小さな水滴に戻っていって、気体の体積が一気にね、収縮するので、この弾圧によって、こう、へこんでくるっていうのがまず一つの理由ですね。で、二つ目の理由が、卵のタンパク質の構造の骨格不足っていうところがあります。で、フレンチトーストの膨らみはですね、この卵のタンパク質ですよね。卵白卵黄がこう熱で固まってくると、ことで形成されてくるっていうのはイメージできると思うんですけども、小麦粉ですよね。これがですね、しっかり混ぜ込むケーキとかとはもう全然違って、こうアパレル主体のですね、中身は骨格がすごい柔らかいんですよね。ですので、気体の収縮をこうね、支えきれずに、自重で沈んでしまうっていう、まずね、この1番目の水蒸気の収縮とこう合わせた理由があったりします。そして、3番目ですね、焼き不足、中心温度の不足によって、収縮するっていうところですね。結論から言うと、水分が多すぎる状態になってしまうと、これが起こってしまうっていうことです。で、どういうことかというと、中心温度がですね、75度とか80度とかに十分達してなくて、で、卵の凝固が甘いとですね、構造が保てなくなっちゃうんですよね。当然中がぐじゅぐじゅってしてるわけですからね。で、そこが、ね、ありますので、これが、冷めた時に体積変化が大きくなっていって、より激しく崩れて凹む原因になるっていうところです。ですので、この焼き不足だけは、どうしてもね、防ぎたいっていうところになってきますよね。で、これらのね、理由があってっていうところにあるんですけど、3番目の焼き不足、中心温度不足っていうのは、これは当然ね、こちら側で何とでもできることなので、しっかり中心部分を焼いてあげると、この3つの原因のうち1つは確実に潰すことができます。じゃあ、この1番目のこの水蒸気だったりとか、卵のタンパク質の構造部分っていうところになってくると思うんですけども、これはどうやってもですね、やっぱり防ぐことはできません。やっぱり卵白が多いと当然その膨らむのもすごい、膨らみますし、卵白を減らせば当然ね、こうへこむのはある程度防ぐことはできるんですけども、逆に今度減らしすぎると骨格構造が弱くなってしまうってところがあるので、ここがねバランスが結構難しいところだったりはするんですけども、よくねこのフレンチトースト、パンペルデュを提供するときに、もう焼き上がる寸前、オーブンから出す寸前まで、このね、コックの方はサービスの方をもう手前まで呼んでおいて、で、もう皿の前で待機させて、で、焼き上がった瞬間に、もうすぐお皿の上にポンと置いて、じゃあもうすぐ持ってってくれっていう感じで、持ってってもらって、で、お客様にできるだけね、膨らんだ状態で、ご提供するっていうのを結構心がけてるね、現場の方は多いんじゃないかなと思います。私もね、これはよくやっておりました。もう本当にすぐ持ってってくれって言ってね、もう涙ながらに訴えながらへこむからもうちんたらしないでくれなんて言いながらねやってましたけどね。そんなそれぐらいですね、やっぱりお客様にはこうねパンパンにね膨らんで、でねこうナイフを入れた時に、この一気にふーっとねこのこうへこんでいく瞬間にうわ焼きたてだなんて言ってね喜んでもらえるそのね顔を見るのが結構好きだったりします。はい。ですのでこういったところでやっぱりパンペルデュっていうところはお客様にもこう喜んでもらえる演出もできるっていうところで、非常にね、私は好きなメニューの一つだったりします。はい。はい、以上がね、パンペルのご紹介でございました。こちらね、動画でもお伝えした通りに、冷凍もできるものになりますので、いくつかね、たくさん仕込んで、こうラップでしっかりくるんであげて、冷凍してあげると、いつでもね、さっとこう食べれるものになりますので、ぜひぜひね、お試しいただけたらなと思います。はい。そしてね、いつもハイプレの応援、熱いコメント、チャンネル登録、高評価ありがとうございます。引き続きね、皆様からの熱いメッセージ、そしてハイプレの応援、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。